にちは。今回は瑠璃の宝石第3話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。毎回最後にサプライズがあるのね。毎回この流れじゃねえか。石が騒いでおる。飛行石じゃ。お前らの部屋もブラックライトで光るよね。中古フィギュアに当てると鉱石、化石、遺跡は男のロマン、女性はどうなんだろうな。ラピュタの前半の鉱山感あるな。ラピュタかよ。理科の実験アニメみたいだ。昔の人はビスマスを見て古代文明の遺産か何かと思ったりしたのかな。ビスマス結晶は割と高値で売れる。専門書も絶版とかあるのか。ベストセラー以外は全然売れないだろうし、むしろ絶版が多いんでは。軽い兵所恐怖症だから俺は無理だわ。地質学者はフィジカルも大事だな。このアニメの真似したら普通に死ぬる。今だとクマに遭遇するだろうしな。ヘルメットがなければ即死だった。キャストの少ないアニメだな。要所要所で健康的な色入れてくるな。しかし野生動物とのエンカウントとかはしないんだな。飛び級で博士号ゲットしそうな勢いだな。エンディングがサファイアの理由だろうけど、もうやるのか。今週も瑠璃ちゃんの足が良かった。瑠璃は可愛くおねだりが上手で、あれは凪も断れない。作画もすごいね。ビスマス結晶化作業での膜を除去した時の質感とかすごく伝わってきた。時に凪の薄い青色ピアスは何か特別な石なのか。俺も膜を除去する描写は半田荘の膜を除去したことを思い出しておーってなった。フィールドワークは発見の連続や。フィールドワークする場所の当たりをつけるために過去の情報がいるわけで、だからデスクワークも必要ということ。凪さんの家がゴミ屋敷になってないか心配。稼働中の鉱山って日本にまだあるんか。石狩金山は鹿児島に金鉱山あった気がする。この小学生きっつい。高校生です。凪さん、瑠璃に一目惚れしたとしか思えないぐらい優しいのよな。二次創作ではより描かれてるね。大学院生と JK だからセーフや。これが大学生と JC ならアウトだった。凪さんほんま先輩として完璧な人材やな。こんなん新入社員で入ってきたら最強やろ。アカデミア残るやろな。絶対太ももフェチおるやろ。太くていいね。もう2人ほどレギュラーが加わるみたいだが、全員女子なんだな。実際には全員男だよな。女体化せずにおっさんが趣味を全力で満喫するアニメがあってもいいと思う。ゴーゴルフアニメの 3G さんが主役って感じのやつ。おっさんが地質学なんて当たり前すぎるから、美女美少女にやらせるから意味あるんだ。無才をさんがやってるのなんて見ないからな。作者も見てもらうために女ばっかりにしたみたいだし。作画カロリーが低いようで低くないな。30分あっという間だったな。サファイアってもコランダムの1形態だから。あとレギュラーは1人増えるか。今まで主人公うざくてきつかったけど、今日は全くで面白かった。ガキらしい視点と行動力が大人の2人にもいい影響を与えてくって感じだからね。すごい満足感の高いアニメだ。絵もすごいが、話がきっちり見せる構成になってるのいいね。キャラクターがみんな生き生きしてて、そこにいい音楽と背景美術が合わさるといいアニメになるぞ。このアニメ本当に作が綺麗だよね。なんたって鬼舞作ったとこだからな。しかしある程度山登り沢登りもセットになるし、軽い気持ちでやるには危険度の高い趣味だな。整備された登山道でもないというのもあるな。女子ちゃんが言ったように準備に時間かかるし、地図だけじゃ場所がはっきりしないし、落盤の可能性もある。地味にリスキーで体力のいる作業。ホタル石は売り物になるのか。流通はほぼ輸入品だから、国産ってのならマニアは欲しがる。川で綺麗な石探す程度ならともかく、今回みたいなことやろうとしたら相当難易度高そうだな。ちゃんと照らせるブラックライトって結構いい値段するんだよね。洞窟のせいでポムじいさんを思い出してしまった。あの廃校は鉄を取ってたの。マンガンだからそうだね。
戦前の地図だし。蛍石採掘してたんでしょ。昭和の頃だと鉄鉱石溶かす時の触媒として使ってたとかなんとか。蛍石といえばキャノンの L レンズ憧れの素材でクソ高い。蛍石はフッ素を取り出すのに使うんだっけか。デジタル化で世界のいろんなところまで見通せるようになったけど、それでもまだまだ足を運ばないとわからない世界ってあるよな。本来地味な話のはずなのに毎回お色気大冒険でジャックポットの感動巨編みたいな展開になるのすごいな。非常識で無鉄砲でわがままだけど積極性があり行動的な面が異方向に働く瑠璃の存在が人を動かす感じか。この凪さんのエネルギーゲインを惜しまず浮き彫らせての瑠璃のダイブ、マウント、神すぎる演出だぜ。マジでとんでもなく画面も芝居もうますぎる。地味な題材だけに作画と演出の丁寧さが効いてるのと、とにかく夕方の風景が素晴らしいのがめちゃくちゃ効いててよくてさ。しっかりした装備の瑠璃ちゃんも良いけど、私服で掃除する瑠璃ちゃんが良かったですね。今週も素晴らしかった。作画はもちろんいいんだけど、やっぱり撮影処理がずば抜けていいよね。ゴミか宝か、古い地図と蛍石の鉱脈、古いものでも今に通じる、つながる、通用するのがワクワクします。学問とはどういうものなのかというところまでつながっているようないい回でした。知識と経験の違い、どちらも欠かすことのできない価値があることを教えてくれる回でした。ここでも危なげなく面白くていいアニメだ。アトルリはトレジャーハンターの才能があるので研究者やりつつ D&F でバイトしてください。蛍石の綺麗さとか陽子が心奪われてく様見てたら、そういう自分にとっての特別なものに出会えるのって奇跡だし、3人で一緒に行ったからこそ出会えた鉱脈なんだなと思ったらいろいろ考えさせられた。前はめっちゃ良かった。が更新されていく作品。何があるかはわからないけど、何かは必ずある。自分の目、足で確かめたからこそたどり着いた。まるで宇宙、鉱山の中にあるプラネタリウムのような。神秘的で美しい蛍石の鉱脈に目を奪われた。それを踏まえた今里の感動が研究のきっかけとなる描きにも説得力を感じた。研究者が対象を前に言葉を失う。この演出がとても良かった。この際の今里の芝居もグッド。これって研究者にとってある種の崇高体験ですよね。それと先週もありましたが、この作品は採掘後の夕日の描写がエモい。瑠璃の紙の主線処理なんかも綺麗ですね。昔の地形図から見つけた誰も知らない場所で見つけた蛍石、その輝きに魅了された今里が心動かされ、自らこの蛍石の研究をしたいと願い出る。暗闇に光る蛍石と研究室にこもっていた研究者の原石、ダブルミーニングのようにサブタイの残された構成が効いてくるのが素晴らしい。今回は思考を変えて、研究室内でのフィールドワークから始まって、外へと出ていく対比が良き、いつもの2人だけの対話も十分楽しいけど、ここでキャラクターを増やして変化をつけてきたのも手堅い構成ですね。それにしても相変わらず見せ場の演出が美しいのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。